はい、いつも仮面チューブをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日、6月8日、2022年の6月8日時点なんですけれども、先ほどですね、ちょっと、環境省の方に直接、ちょっと不安でしたアカミミガメが、今後特定外来生物になるっていうことは決まっているのかどうかっていうことをちょっと確認させていただきました。ニュース報道などではもうすでに譲り渡しができる方向にしましょう。飼育をしている販売とかは禁止で、個人で飼育しているカメさんの譲り渡しはできる方向性にしましょうっていうことは決まったっていうことは方針は決まったっていうことは、確認済みではあるんですけれども、ただアメリカザリガニとアカミミガメが特定外来生物に具体的に指定されるっていうことが決まっているのかどうなのかっていうことは不安だったので、ちょっと確認をしてみました。ただ追って私が環境省の話し合いの時点から PDF とか資料を確認していた感じでは、一切特定外来生物に指定するっていう話し合いが行われていたというわけではなくて、あくまで、以前の YouTube でも話してますけれども、アカミミガメとアメリカザリガニを具体例に挙げて、大量に飼育されているけれども野生でも、大量に放棄されてしまって遺棄されてしまって大量に繁殖して生態系を乱してしまっている侵略的外来種についてどういうふうに、規制していくか。いっぱい個人で飼育しているわけなので、規制をしてしまうと大量に野生に放たれてしまう。規制がめんどくさいとかそういった事情で簡単に遺棄をされてしまう大量遺棄の、が懸念されるということで、指定がしにくいから、規制しやすいような法律にしましょうっていう、私が追っていた内容ではそういう話し合いが行われていたというだけであって、具体的にアカミミガメアメリカザリガニが、規制されるっていうことが決めようっていうお話ではないと認識をしていたんですけれども、ただニュース報道などを見てみるとちょっと不安になる。なので先ほど13時38分に環境省に直接、実際にアカミミガメが特定外来生物に指定されるのかどうなのか確認をしてみました。そうしましたらね、担当者の方が出られたんだと思います。オペレーターの方が最初に出て、取り次いで担当の方が出たっていう感じだったんですけれども、それで受けた説明としては、最初に受けた説明としては、5月11日の参議院でアカミミガメが特定外来生アメリカザリガニとアカミミガメが特定外来生物に指定されるということが決まってますよっていう説明を受けたんですね。ただ私がずっと追って確認してきたところではそういった感じではなくて、あくまでアカミミガメとアメリカザリガニを具体例に挙げて侵略的外来種をいかに規制しやすいようにしましょうっていう法律の改正が行われたっていうはずだと私としては思っていたので、ちょっと疑問を投げかけてみました。あちらはどちらの資料を見たのか分かりませんが、報道発表の、環境省の報道発表の記事を見てくださいって言われたので、直接環境省のその電話の際に環境省のホームページにアクセスさせてもらって、どちらですかって聞いて、確認させていただいたところ、やはりですね、アカミミガメとアメリカザリガニの、具体的な指定が進んだっていう話ではなくて、やっぱりアカミミガメとアメリカザリガニのようにって書いてあって、侵略的外来種を、規制するための法律改正っていうことがそこにも書いてあったので、それでちょっと疑問を投げ続けていったところ、最終的にはそのオペレーターの方が誤りでしたっていうことが謝罪をいただきました。はい、ということでですね、
まだ、特定外来生物にアカミミガメとアメリカザリガニが具体的に、特定外来生物になるっていうことが決まったっていうことが確定したわけではないっていうのが正しいところです。はい、こちらは環境省の、担当の方に、訂正をいただきましたので、はい、ただこれ以前にもおそらく同じような私のような問い合わせをしている方がいて、同じようにその誤った回答をしていた場合もあるかもしれないので、この動画が参考になっていただければなと思います。あくまで侵略的外来種をアメリカザリガニとかアカミミガメは野生に多く放たれていて、たくさん増えちゃってて、繁殖して増えちゃってて、生態系を乱しちゃっている反面、大量に飼育下で可愛がられていて、さまざまな、寄生した際の大量遺棄の不安ですとか、あとは動物愛護の問題とか、もろもろ問題を抱えているからこそ、の改正であって、あくまで今回は、もしも寄生した際に、個人から個人への譲り渡しができるようにしたりとか、販売の規制をできるようにしたりとか、野生への放流を禁止することができたりとか、そういった枠組みを作るための法律が決まったっていうふうに考えていただいて間違いではないと思います。はい。ですね。はい。伝わりましたでしょうか。一応私ちょっとスラスラっと喋れてるわけではないので、テロップも時間がある時つけたいと思いますので、はい。ということで、まだアカミミガメとアメリカザリガニは特定外来生物ではありません。ただ、特定外来生物に指定された場合でも、個人から個人への譲り渡しができるっていうことは、ごめんなさい、特定外来生物じゃないかもしれないんですけども、規制にあった場合でも個人から個人への譲り渡しができるっていうことは、そういった方針は決まっているっていうことのようです。この辺りはね、法律の施行令で決めていくっていうことだと思います。はい。はい、ちなみにうちの活動としてはお店として、開業当初からお店として、販売はしないんだけれども、このお店っていう注目度を活用して引き取りと、里親探しをしてるんですけどっていうふうに言ったんですけど、その辺りはまだこれから、個人ということでもないのでこれから決まっていくことだと思います。あとオペレーターさんの気分で言われたのかわかんないんですけど、特定外来生物になるっていうことはほぼほぼ間違いないでしょうけどって、苦し紛れ的にちょっと最終的には言ってたんですけど、それがどのぐらいの確証のある言葉なのかはよく分かりません。はい、ということでですね、はい、ひとまず本日言えることは以上です。ちょっとしばらく確認したいと思ってて、ちょっとこれがなかなか確認できてませんでした。はい、ということでまだ特定外来生物ではありません。はい、また、具体的に決まったりとかしたらまた仮面チューブしたいとは思うんですけれども、ただこれも質問話終わらなくてすいません。これも環境省の方に質問したんですけれども、環境省のページに新規指定の検討っていうページがあるんですね。基本的には具体的に特定外来生物に指定しましょうっていうことが検討されている場合には、そちらのページにピックアップされるはずなんですね。今全然されてないんですよ。ありませんって書いてあるんです。はい。
ここもなんかそれよりも報道発表を見てくださいみたいなこと言われたんですけど、多分それが基本、そこのページに掲載されるのが基本だと思います。はい。概要欄の方にそちらのリンクを貼っておこうかなって思います。はい。はい、ちょっと長ったらしくなっちゃいましたけど、とりあえず以上です。はい。ひとまずの気休め的になればなと思います。はい。以上、仮面チューブでした。また更新いたします。飼育用品を取り扱っている仮面種ショップでは、用品メーカー富城物産から発売されている天然テナガエビの感謝を取り扱っております。泳ぐ亀さんやハコガメさん、ヤマガメさんなど多くの亀さんに大好評。カルシウムも豊富で 100g あたりなんと 4740mg とのこと。手で簡単にちぎれたりパラパラっと細かくできたりするので、餌の使い方はいろいろ。無添加無着色 100% 天然素材だから安心。亀さんの補助食としてぜひお役立てください。雰囲気抜群、丸ごと大人の亀さんに与えたり、小さくちぎって小亀さんに与えたり、亀の老若男女問わず大好きな乾燥飼料。こちらの亀さんもうまーい。